ことでね、ご存知の方も多いと思いますが、この4月からアドヒップ、29年間僕ねずっと社長としてやってきたんですが、新しい社長を頼むで僕が会長になったということで、まああれですよね、とにかく仕事できなかったですよね僕。そうやねまあ全然やったと思うな。全然でした。全然、はい、っていう。まあ僕サラリーマンやってたんですけど、建築系で与えられたもの、値段を決めて売って納品するっていう仕事やったんですよね。イベント制作とかがもう全然ダメでしたよね。まあでもそれを最初は全然求めてなかったと思う、ダンディラマガジンの広告の営業とか、まあ協賛のイベントの協賛の営業とかをしてほしかったっていうのが一番の狙いだよね。僕がその知識もないし、でダンスシーンでの知名度もないし、でもなんかどんどん自信もなくしていって、でも書いて5年ぐらいめっちゃ辛かったですね。よう頑張ったね逆に5年も辛くてもっとかもしれんっていう。そうですね、イージーですかね、なんかもう必要ないぐらいのこと言われて、もうやめたらって言われました。もう向いてない、この仕事もやめた方が、お互い俺も怒んの嫌やし、毎日怒ってるし、この仕事向いてないわって言われたんですよ。でそれがやっぱり悲しいし悔しかったというか、必要だって思ってもらってからやめようと思ったんですよ。なるほど。その時は別にやめる前提というか必要とされたい。なるほど。って思って、そこから音楽の勉強してみたりとか、ターンテーブル買って、レコード集め出したりとか、違うイベントにどんどん足運んでみたりとか、でもちろん映像も見るようになったりとかして、自分なりにこうストリートダンスとかヒップホップの知識を広げていって、自分の中の自信はできていった感じですかね。イベントでも制作は全くせずに、要はフロントやったからね。僕そうです、受付ばっかりやってました。イベント見るなって言われてたんですよ。受付にずっとおって中のホールに一切入るなって言われたんですよね。言ってたと思う。営業でありフロント、お金の管理をね。いろんな人が来るし、そこのフロントがすごいイベントにとって大事で、俺はまあジャッジとかいろいろやってるし、ずっとついてられへんから、フロントをしっかり守ってくれる人が欲しいっていうのは思ってて、だからずっとフロントやってイベントの制作の中身っていうのには入ってなくて、イベント終わった次の日とかのミーティングとかで、あのチーム良かったよなっていう話題に全くついていけず、僕の感覚で言うと結構排除されてた感じでした。なるほどなるほど。ぐらいのネガティブな視点からしか物事を見れない時期やったんですよ。ステージ上の演出とか制作に対しての憧れがふつふつと溜まっていくわけですよ、その時期。当時東京に僕しょっちゅう行ってましたね。東京の記事の担当もしてたんで、東京のイベントも制作するようになってみたいな感じですかね。徐々にイベント制作もやっていき、この辺りから僕の中で自分がアドヒップだっていう貴族意識が芽生えたというか、やっと一員になれたなっていうのはあったんですよ。なるほど。でそれを決定づけたのは ZEP で初めてやったジャパンファイナルですね。ボリューム10。ボリューム10です。それまでベイサイドジェニーとかでやってて、ほんで初めて ZEP でやると。で当時その ZEP ってものすごいハードルが高い。そうですね。ダンス界からしたらそう要はもう一流なアーティストのライブをやってて、ダンスイベントで ZEP なんて使う人誰もいなかったわけよ。たまにライブとか見に行って箱やな、音な、ここでやりたいなってずーっと憧れがあって、でボリューム10やっぱり10周年記念やから、バチーンとやりたいと。ZEP を抑えて、1日だけやったら寂しいから、ダンスウィークみたいなことをやろうって言って、アメ村のクラブで前夜祭とかでアフターパーティーとか、ほんで違うところでもなんかやろうとか、ダンス三昧の1週間にしようみたいなのを言い出したと思う。結構みんなが「いやそんなんジャパンボリューム10だけでもこれめっちゃ大変やのにできませんよ」みたいなのを結構みんなに否定された。めっちゃ覚えてんの俺。ちょっと逃げモードでもジャパンもやらなあかんしみたいな、いやもうやろうやって俺はすっごいもう燃えてたわけ、ジャパンに対して。そんな時にミーティングしてみんながうわーってなった時にダナボンが「僕やるんで一緒にやりましょう、やらせてください」って言ってくれた。僕は聞いてワクワクしたんで、それをで味方がおったなるほど。
っていうのを思って、はい、タナボンだけでできるんかなっていう不安もあった。もちろんみんながやらへんっていうことはないねんで、ジャパン10周年で燃えてるし、まあそこのジャパンだけはバッチリやりたい、だから他のノイズを入れるなみたいな感じだと思うんだけど、せっかくのジャパン10周年やねんから、もっとこう全体的に盛り上げようやっていう気持ちがもう前面に出てたから、まあもちろんマガジンも作ってるし、そうですね、もうそれもどんどん分厚くなっていって、その時期って徹夜多かったですね。そうそうそうほんでジャパン終わって、旧アズールでアフターパーティーをやって、ああめっちゃ燃えてたな。で全部終わって、打ち上げ行って、でアズールに行って、でタナボンに思い出してきた。やばい、ありがとうタナボン、タナボンのおかげでジャパン成功したわ、俺もこのダンスウィークちゃんとできてよかった、ありがとうって言うたらタナボン泣き出した。そうですあーめっちゃアズールのフロアで、いやいや泣きなや。僕の中ではその時初めて原さんに褒められた。アズイブ入ってから、なるほどなるほど、まだまだ不出来な時ですもんね、その時初めて3年間怒られ続けてたのに褒めてもらってありがとうって言われたんです、そうありがとう、これはありえへんことだったんですよで僕は嬉しかったですね、本当に自分、泣くとか泣けへんとか、別に思ってなかったですけど、自然と涙が出たっすね、あの時の達成感っていうのはやっぱりちょっと原点かもしれないですね、今の内容も良くて、お客さんもパンパンで、めちゃくちゃ盛り上がりましたもんね、大会自体が。エレクトリックトラブル優勝でね。そうですね、伝説のネタですよね、言うたらあれは。そうですねのネタですよね、言うたらあれは。そうですねあれが2回優勝したの初めてやったんですよね、エレトラが。でも伝説を作ってグラスホッパーもすごかったし、もうとにかくお客さんのこう高揚感とかもすごくて、やっぱりゼップすごかったよ。いやすごかったです。超長蛇の列やったし、もう徹夜がすごかったですもんね。あの時ね自由席やったんですよまだ。そう指定席っていう概念なんかなかったからね。そうですよね。そんなダンスイベントに人殺到するっていうこともなかったし、そこからですかね、なんとなくダンス界の中でも僕のポジションができていったというか、アドヒップの中での立ち位置もできていって、自分色のイベントとか、今やってるようなイベント前の前説とかも、当時ビデオ撮影禁止で、今みたいにスマホだけ OK とかじゃなくて、全く撮ったらダメっていう中で盗撮多かったんですよね、あの時。多かった大体大きなイベントになればなるほどオープニングショーって言って、MC が出てくる前に踊りがあってからっていうことやったんで、その前に撮影禁止っていうのを言わなあかんから、お前出て説明せえって多分言われたんですよ、原さんに。で、分かりましたって言って。いや分かりましたじゃなかったです。すごい拒絶されたよあの時。いや僕ですかみたいな。別にその MC でバンバンやってるわけでもないし、そうですね。で、いや僕はもう裏方なんでみたいなノリやったから、全然もう今みたいなのと全然違うよ。今みたいになんかわーみたいなのは言ってなかった。全く言ってない。もうすごい業務連絡しか言ってなかった最初。で、撮影禁止ですって間もなくスタートなんでお待ちくださいって言って2時タイムに戻って、で5分ぐらいしてからオープニング始まるっていうのをずっと繰り返してたんですよね。当時今よりもっとお客さんのテンション高かったじゃないですか。高かった。お客さんが僕の説明してる間にテンションが上がり始めて、わーわー言い出したんですよ、盛り上がって、でその盛り上がってるのに対して僕が聞こえへんから大きな声で言っていったんですよね。その当時のスタッフがバーって言い切った時に、DJ タイム挟まんともオープニング行ったんですよ。起点機かしてやったかなんかやと思うんですけど、それでオープニング始まって盛り上がった、その辺ぐらいからなんか今の泥臭い前説になっていくんですよね。ボティジャパンやったらやっぱり b ボーイやし、茶化す人多いやん。一撃のシーンなんかだ、あの辺の時代やね。タナボーンとかで茶化し始めたと思うね。ボティの時に始まる前にちゃんと歴史を言おうって言って、要はスパルタニックロッカーズがボティのファイナルで活躍して、でその流れもあって、日本にバトル・オブ・ザ・イヤーが来たんだよみたいなことを説明した方がいいよねっていう原さんがおっしゃって、でその説明を多分入れたんですよ、台本の中に。その辺ぐらいからなんかイベントの趣旨を伝えるという役割も足されたような気がします。
でジャパンもいつしかそうなるようになって、思いを伝えて、最後絶叫するみたいなスタイルになぜなったかは僕も分かんないんですけど、徐々にそうなっていったんですかね。何喋ってるか分からへんやん最後なんか。僕ですか、もう勢いだけでわーって言って。そうですね、はい。ストリートダンスコンテストジャパンダンスナイトボリューム20ファイナル20周年記念大会を開演いたします。全然丁寧じゃないのよお客さんに対して叫んで、はい、うわっバーって帰るやん、はい、でもそれが、はい、もう良かったんじゃん。なるほど、あの人何一人で熱いのみたいな。もう いらなくないですか僕でも結構毎年のようにもうこれやめませんって言ってますよね、会議で。一回僕もうほんまにやめた方がいいと思いますって言ったんですよ、なんか泥臭い感じだし、もっとかっこよくイベントやりましょうよって言って、で原田さんに「あかん」って言われたんですよね、やれって。もうジャッジムーブなんかやめたよとかってずーっと思ってる。そうなんですね、原田さんジャッジムーブを見て、僕号泣した方がいい、なるほどもうバッチリ踊ったんですよ、でそし